かりいいね。ジュース。おお、いい香りだね。うん。花だね。お花。やっぱこれは他にないね、こういう香りのするお酒っていうか、軽くて飲みやすいね。バイオレットテイストなんですけど、何のお花か。スミレの花のエキスを抽出したようなリキュール、元はベーがね。だからこのクラシックな感じのリキュールだけど、パルフェタムールってわかる？パーフェクトアムール。パーフェクトアム完全なる愛だ。そういう名前なんだよ。ある完全な愛。わかんねえだろうな。全くわかんねえ。別に何のこっちゃさっぱりわかんねえ俺。完全な恋とか愛とかさ、そういうなんかちょっと、なんか神秘的って言ったら変だけどさ、そういうのは全くわかんないからね。なんか分かってる感じで、これ知らないのかじゃないんですか。何がそれは分からないですか。正直に言うのわかんない。そんなことは興味もない俺。完全なる愛なんて何のことださっぱりわかんないよ。そんな人のために生きるみたいな、自分のためにしか生きない俺。これ本当申し訳ない。つけていうことですか。そうだよ。それしか見えないやっぱり。それをパルフェタムフランス語でな。パーフェクト。パーフェクトってパーフェクトってことだからさ、完全なってことだよな。それは知ってました。それしてた。はい。わかんのお前。パフェ大好きなんで。パフェじゃないよ。パルフェだよ。パルフェ。パフェ
ェじゃねえよお前。なんでパフェが、パフェは完璧なってこ食べ物だからと？じゃあどこのあれなんだことパフェ。なんか多分それがパルフェ砕けたんじゃないですか。パルフェなんじゃないですか。そう面白くしいな俺。でもやっぱ本当なんかパフュームみたいな感じの香りがするっていうかさ、それから来てるのかな、なんか。でもいい香り。レモンのこのやっぱりスライスが入ることで全然違うね。レモンの皮の香りっていうかレモンの香り、そしてスミレの花。バイオレットフィズなんてさ、やっぱよく注文ももらうじゃん。これ昔からだよね。カカオフィズ、ジンフィズ、バイオレットフィズって言ったら本当に昭和のカクテルのイメージだよね、俺は。だから俺なんかの年代よりもっと上の人たちが飲んでたっていうかさ。何それ？フィズ。フィズな。違いが分かるんですけど。フィズな。フィズは、そのどういうフィズ？フィズってのはもうベースがあってレモンがあってお砂糖をシェイキングしてソーダで満たすみたいな。で何でもフィズができるんだよ。だからバーボンフィズってバーボンとレモンとお砂糖フィズみたいな、そんなのもできるし、それこそジンだボッカフィズもできるし、フィズってのはもうほんとレモンお砂糖が必要でソーダが必要でみたいな。そうだね。色合いが違うじゃない。ただなんとなくいい紫だよな。なんとも言えないさ、こんな色の服着たら綺麗だなと思わない？確かに。今回バイオレットフィズ。バイオレットフィズね。バイオレットフィズ。バイオレットフィズ。バイオレンスフィズ。バイオレンスフィズ。バイオレットフィズ。バイオレットフィズ。バイオレットフィズ。間違えた。バイオレットフィズをお作りしました。いいカクテルだね。なんかちょっと懐かしいんじゃないかな、そういう昭和のカクテルみたいなイメージだな。で今日はバイオレットフィズをお作りしました。チアス。いい香りだね。香水みたいだね、なんか。美味しい。はい。バイオレットフィズ。美味しいね。うわー、すごい。でもちょっとなんか苦手な人もいてもおかしくないかなって感じするよな、この感じ。レモンとバランスが本当に取れてるから美味しいし、美味しく飲めるというか。そうだよ。誰もいいじゃん、そんな。いや、ちょっと厳しいのなんですか。そうだな。